皆さんこんにちは。デトネーションフォーカスミのエビです。今回はですね、X テンさんのマウスパッドを試してみようってことで、こちらの X テンさんのマウスパッド、海外の方々にめちゃくちゃ人気で、もうほとんど品薄状態だそうです。そんなわけなんでね、今日は、英語字幕もつけてグローバルバージョンで、お届けしていきたいと思います。この後ですね、エビンモ TV も実際に撮りながら解説していくんですけど、グローバル進出は初ということで、字幕ね、こちらの番組というか、こちらの動画が初めてになると思います。楽しみですね。そして、X10 さんからは、クロスタイプと G クロスタイプ、ハードタイプの3種類が、発売されてるんですけども、僕、今回全種類触ってみました。特徴はですね、まずクロスタイプについてなんですけれども、 BFM だとセロスさんとゲンとスティールとユタポンのもう4人が使ってますね。僕は後ほど紹介するハードタイプのプラスチック製のを使うんですけど、はい、こちらの、クロスなんですけど、表面がですねとても滑りやすくて止めやすい形になっているのと、あとは中間層にねスポンジがあってですね、これもねこの滑りやすさと止めやすさっていうのを、手助けしているらしいです。はい。あと裏面なんですけど、これ結構ね吸着力というかグリップ力がすごい高くて、結構マウスを動かしても全然マウスパッドが、机からずれたりとかそういうのがないので、すごく使いやすいマウスパッドですね。はい、続きましてこちらの G クロスなんですけれども、これはですね布よりもプラスチックのマウスパッドに近いんですけど、布よりも滑るマウスパッドが欲しい、でもプラスチックはちょっと苦手っていう人向けの、すごく間を取った、布タイプと、プラスチックタイプの間を取ったような、感じのマウスパッドになってますね。これは触った時の触り心地が、プラスチックよりも柔らかくて布に近い感じなんですね。ただその中でもハードの、感覚にも結構似てて、ハイセンシのプレイヤー結構マウスがマウスを少し動かしただけで結構カーソルが大きく動くっていうプレイヤーにおすすめですね。はい、そしてハードタイプなんですけど、こちらはね僕が実際にこれから使って紹介していきたいと思います。それじゃあ皆さん早速ご覧ください。はいどうも皆さんこんばんは。本日もエビンモ TV のお時間がやってまいりました。今日プレイしていくのはティーモです。結構ねこういう企画ものの時はだいたいティーモをやっていると思います。ただ今回のティーモはね、前回のティーモに比べてかなりスキルにバフが入って強くなりましたから、よりねティーモらしさっていうのを楽しんでいただけるかなと思います。そして今回の手の動きを入れてるんですけど、ロールって結構ハイセンシでやってるんで、ちょっと手の動きはあんまり見えないかもしれないんですけど、そこのところ、よろしくお願いします。そして早速ですけど、ティーモですね、対面魔王界なんで、魔王界ってレベル1めちゃくちゃ弱いんですよね、殴り合いが。でティーモってイグナイトを持ってきてるので、魔王界との 1v1 絶対に勝つことができるんですよ。で絶対に 1v1 勝てる相手にはこうやってもうレーンのど真ん中でステルスになって待機するっていうのがめちゃくちゃ、初見殺しとして、強いです。初見じゃなかったとしてももうこれは結構やられるしかないというか、めちゃくちゃ強い武器なんで、ちょっとぜひねどうなるかを見てみてください。でルーンに関しては、プレスアタック、凱旋、レジェンド迅速、最後の慈悲、サブルーン赤で血の味わいと、強欲な賞金首狩りを持ってます。ルーンのシャドウはエース、AP、MR です。はい、そして魔王界が来ましたね。はい、オートアタック。これティーモはステルスから解除された時エースが上がるので、殴り合いめちゃくちゃ強いです。はい、相手の魔王界を完全に追い出しました。魔王界はねもうねこれ長時間、殴り合うともう負けちゃうのが分かるんで、もう早めにね下がっていきますね。で相手のジャングラーがボットスタートだったのが魔王界の来るスピードと相手のボットへの来るスピード分かってるんで、もうここめちゃくちゃ強気にやります。
これカジックスも、下から上のルートで味方のジャングルがいるので、これ結構ね強気に、プレイしたいと思います。あと今回相手のジャングルが死んじゃうなんですけど、結構ティーモってオートアタックメイン系のジャングルに対してめちゃくちゃ強いので、死んじゃう1人だけなら正直来てもね回流心できると思うんで、今は何も気にせず強気強気に、プレイしていきます。でスキルオーダーは、EQW です。これキルラインですね。プレイスアタックとイグナイトと E の毒のダメージで、とんでもないバーストが出ました今。その間味方のジャングルはちょっとねやられちゃったんですけど、これはもうしょうがないですね。急げ今。あれフラッシュなかったのかな。信者まで倒したいんですけど、これはしょうがないですね。ウェーブがねあんまり良くない位置で止まっちゃったので、ちょっと僕にとってはあんまり美味しくないですけれども、これは仕方ないですね。ティーモンやる上で一番気をつけるのはもうとにかくガンクですね。ティーモンにも限らないんですけど、やっぱりイグナイト持ってきたキャラってテレポートでレーンバックができないので、こういうウェーブで死んじゃうとフリーズされてめちゃくちゃミニオンロストしちゃうんですよね。で今味方のカジックスがボットサイドにいて、今僕を助けてくれる人が誰もいないんで、これはもうおとなしくリコールします。敵を倒しました。でこの間に僕がしっかりとリコールしてる間にカジックスがボットでアクションしてくれて、それでもまだ信者がボットに見えないってことは多分トップサイドなんですよね。これトップサイドにいると思ったんで、もうこれはもうねミニオン捨ててでもいいんで、リコールしました。でリコールしてると何がいいかっていうと、リコールしてる間相手の時間はずっと無駄にさせれるんで、なんて言うんだろうな、ただこのレーンを下がって耐えてるよりアイテムをリセットできたり HP を回復できたりリセットできるんで、相手のガンクが来そうな時にリコールするっていうのはめちゃくちゃ強いです。はい、で戻ってきました。めちゃくちゃいいですね。さっきの、一話の流れでボットがね完全に、有利を得ましたから、今のプレイは、本当にソロランクにおいて超重要です。自分のジャングルがアクションしてるときは、自分は死なないようにプレイする。これ本当に大事です。で信者が見えましたね。で最初に買うアイテムはなんだっけ、忘れちゃった。リフトメーカー。そう、リフトメーカーです。リフトメーカーがティーモの持続ダメージ、E のドップダメージとめちゃくちゃ相性良くて、ウルトとも相性が良くて、本当にその常時リフトメーカーの効果がフルで有効活用できるんで、めちゃくちゃ合うアイテムですね。で信者にめっちゃ狙われてるんで、しっかりと気をつけます。さっきね、マオカイがフラッシュ落ちたの分かってるので、しっかりですね、相手のムーブに合わせて下がれば、捕まることは絶対ないので、ちょっとこれもう今、多分信者がレイス食べに行ったと思うんで、ちょっと前に出ます。あと6レベルになると思うんですよね、これ。そうです、6レベルになりましたね、これ。で、逃げ道に置きます。置いたんですけど、爆発しないが、信者が来た。さあ、ウォームをうまく使って、回転グ、回転グ、回転グ。素晴らしい。完璧です。オールプランです、これ。信者みたいなチャンピオン相手に本当にね、ブラインドが効きすぎるっていうの。打ち上げの効果もなくなるんで、これもソロキルね、相手が飛び込んできたらいろいろできます。これわざと当たってます、これ。信者は2個貯めていきたいんでしょうけど、僕はもう先にキューッときます。そう、こうすると、パーフェクト。ただ、ちょっと、ね、レーン、帰るのが遅くなったんで、ちょっと、マオカイがついちゃいましたので、時間を使いすぎちゃいました。で、次に買うのはバサカブス。
ティーモンは E にその通常攻撃ごとに追加ダメージを付与するっていう効果があるので、バーサーカーブーツみたいなアタックスピードがあるアイテムと相性がいいですね。倒されました。ちょっとタイプは違うんですけど、結構 ADC っぽい感じです、ティーモンは。メインダメージがオートアタックなんで。味方も勝ってますね。順調です。お、信条見た。これは咎めに行きましょう。捕まえに。あ、わかる。うわー、ルブランの分身で助かった。普通にね、めちゃくちゃディール強いんですよ、ティーモ。意外と思われるかもしれませんけど、ダメージめちゃくちゃ出るんですよ、このチャンピオン。弱点は柔らかいのと、お危ないが、危ないが、フラッシュ。ああ、惜しい。まあ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 、今の2-1交換ですね。悪くない。あれ、ビクター TP できたな。お、いいよ。追加キル。敵を倒しました。敵を倒しました。ビーストメーカーの素材を買います。今のでまた魔王界フラッシュ使ったんで、僕と同じフラッシュタイマーですね。まあ、個人的には魔王界のフラッシュインに対してフラッシュアウトしてもダブルで捕まっちゃうんですけど、魔王界がフラッシュなかったらティーモ側がミスしない限り捕まることってないので、こういうその捕まったら終わりみたいなマッチアップの時はお互いフラッシュがない時が方がいいですね。嬉しいですね、これは。敵を倒しました。魔王界のフラッシュがないのと、ウルトをもう今覚えてるので、結構ウルトでね、ガンクとかも避けたりできるんで、結構この時間からキャラはね、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ強気にやってもいいですね。あ、シスが。どうしちゃった。で、ティーモのキノコを置くときは、ちゃんとミニオンが踏まない位置に置きましょう。こういうところですね。で、魔王界が W してきたら、自分の足元にくぐり込んで、これ普通にね、勝ちます。ちなみに。もう、T もね、本当にね、意外とね、殴り合い強いんですよ、本当に。ダメージはめちゃくちゃ高いです。結構ね、タンクとかってバーストダメージは出るんですけど、その後のダメージがないので、結構ね、ビビらずに、下がらずに、こうやって殴り返すと、結構、簡単に切り取れたり、勝てたりします。キリングスプリー。TP もつけましたね。お、リフトメーカーできますね、ちょうど。おいしい。リフトメーカーとピンクワード買います。で、相手の場合が、これワード置かれても消せるように、赤トリンケット買います。一応ね、ティーモのキノコでワード代わりみたいに一応できるんで、まあ、消せる方がいいかなと思って買いましたね。敵を倒しました。青海ミッド。プッシュにキノコを置きます。味方が倒
ただ信者はもう本当に見えたんで、もう何も怖いものないですね。で、さっきみたいに、ミニオンに踏まれないような位置にキノコを置きます。キリングスプリーシャットダウンでキノコは、ね、できたらね、こうやって設置されてるところを見られないのがベストです。ベストなんですけど、まあ、別にそこまで気にしなくてもいいです。正直置いたのが見えたら相手も、ね、めちゃくちゃ気をつけるし、相手もすごいプレイが制限されるんで、でこれリフトメーカーの効果がずっとついてますっていうのもいいで、これがすごくね相性いいんですよね。マオカイのダメージ食らってもリフトメーカーの、オムニバンプとルーンのオムニバンプで結構もうサステインもあるので、そんなにもう気にせず、タワーをひたすら殴れます。タワープレートが間もなく破壊されます。こういう感じになったら、あとはもう本当にガンクに気をつけるだけなんで、もうガンク受けないようなもう立ち回りをひたすらしましょう。はい、これマオカイくん襲ってきましたけど、これマオカイを殴りさえしなければタワーのダメージが飛んでくることないんで、うわよかったよかったキノコを入れてよかったですね。これね、これがティーモのキノコです。これがほら、もうこれティーモのグラインドによって、うわ、確かに痛い。まあ第一意思効果悪くない。まあでもガンクに対してめちゃくちゃ気をつけなきゃいけないんですけど、今回相手のジャングルが信者なんでかなり避けやすいですね。こんな感じでリーシンとかだとウルト99とかで普通にワンパンされちゃうかもしれないんですけど、まあ、信者は本当にもうほとんどがオートダックからダメージなんで、ナイスチーム。こうやって僕がねジャングルを引き寄せることで味方も、フリーにプレイすることができるんで、これはめちゃくちゃ美味しいですね。敵を倒しました。2個目はこれブッシュにキノコがあるんで視界が取れるんですよ。で先回りして置いておきます。強いぞー。めちゃくちゃ強いんですよティーも本当に。まあ揃ってるのもありますからね、もちろん。味方がタワーを破壊しました。で2個目は、なんだっけ、ナッシャトゥース。ナッシャトゥース持って、もうとにかくアタックスピードを高めていきます。こうやって道の真ん中にティーモのキノコ置いとくと、相手がねジャングルに入るときとかも全部分かっちゃうんで、本当にガンクを食らいにくくなります。ダメージもありますしね。ランページ。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。お金があるんですけど、相手がもう2人飛んでて、敵の位置も分かってるんで、ここは強気にやります。はい、まあさすがにもうこれ以上は、タワー殴るの危ないんで、もう仕切り直してリコールしていきましょう。で、次はコズミックドライブかな。コズミックドライブ買うと、アビリティフェイストと MS アップがもらえるんで、集団戦とか 1v1 での、引き打ちとか、ウルトの回転率が上がるんで、
めちゃくちゃなんだろうな、使いやすくなります。ティーモが動きやすい。ティーモのプレイングなんですけど、基本対面に勝つならもうずっと押した方がいいです。対面に勝って、特にジャングルのガンクもそんなに危なくないならもうひたすら押しましょう。レーンをで押すときにちゃんとキノコだけこうやってね、事前に置いてきましょう。こういうのめちゃくちゃ効きます。来ましたね、これガンクが。しっかりブラインドを慎重に当てます。強っ。マジックレジスめっちゃ買ってるんですよね、なんかね。一瞬で溶けていきます。ガンクを受けた時とかにもう誰にブラインドを打つかっていうのを用意しとくと、こうやってスムーズに、打てますね。例えば今のマオカイにブラインド先に使っちゃってたら普通に多分死んじゃってたと思います。っていうの柔らかいんで、このチャンピオンって結構。ただ今みたいにうまく死んじゃおにキルを当てることができたらこうやってダブルキル返せますね。なんでもう事前にもう使うとき、なんだろう、マオカイに Q 使うときにはもう死んじゃおがいないときにするとか、そういう風にちゃんと管理しとかないと、フルタイムを簡単に死んじゃうかもしれないですね。今避けるぞ。足が速いんですよ、ティーモ。避けるね。ビクターのビームは避けるね。ベースにティーモのキノコってキノコにキノコを当てるように投げるとバウンドして進むんですけど、それまでやってみたかったんですけど、スタッフが足りなかったですね。グッドゲーム。今回ね、ティーモかなりうまくいった試合じゃないでしょうか。特に、あとのまとめでも言いますけど、序盤のガンクでシンジャオとカジクスがやってカジクスがやられて、その後カジクスが下側に行く。でその時に僕はしっかりとリコールしてウェーブを捨てても耐えた。ダメージはこんな感じです。23000、ほとんどは AP ダメージですね。でアイテムビルドははいこんな感じです。リフトメーカー、バサカブツ、ナッシャーで最後はコズミックドライブをリコードしてました。ただこのコズミックドライブは結構対面によって変えてよくて、相手が AD チャンピオンならゾーニャもいいし、AP チャンピオンで結構ダメージ高いとかならバンシーベルとかもおすすめです。はい、というわけでじゃあ今日のまとめいってみましょう。まとめその1、ティーモ対マオカイのマッチアップは 1v1 においてはもうティーモが圧倒的に有利です。本当にマオカイがダブルで飛び込んできても棒立ちでオートラックするだけで勝てます。ただもうマオカイの強みってやっぱ 1v1 じゃなくてガンク合わせなんで、もうとにかく本当にガンクだけ食らわないようにしっかりと相手のジャングルの位置とか味方ジャングルの位置とかを考えて、プレイしましょう。まとめその2で、ティーモっていうチャンピオンは 1v1 は強いんだけどガンク耐性がとにかくないんですよね。で今回マオカイだったのもあって相手のガンク合わせが超強いのもあって死なないようにプレイしないともう結構簡単に腐っちゃうんで、このチャンピオン CC があんまり強くないんですよ、ティーモって。ブラインドはあるんですけどスタンとかスローもそんなに強くないし、育ってなくても普通ぐらいにファームできたらもう十分強いんで、結構なんかキルを取らなくてもいいというか、ファームをしっかり取れてレベルも取れれば十分っていう意識でプレイしてみてほしいなと思います。結構キル取らないとダメとかそういうのは思っちゃうとやっぱりデスも増えちゃうと思うんで、デスしないようにティーモが 1v1 強いからこそ繊細に操作してもらえばなと思います。でまとめ3つ目、アイテムビルドに関してなんだけど、リフトメーカーもう大体今は初手一択ですね。他の AP アイテムいろいろあるんですけど、多分ティーモにとってはリフトメーカーが一番相性いいと思います。あとはライアンダリの仮面とかもたまにねいるかもしれないですけど、リフトメーカーってアイテムが
毒とかの相性とめっちゃ良くて、1回オートタックしたらもうめちゃくちゃ長い時間リフトメーカーの効果がフルパワーで出せるのもあるし、あと 1v1 に強いアイテムなんで、このリフトメーカーとナッシャーができたタイミングだともうほとんどのチャンピオンに 1v1 勝てるようになると思います。メイジ以外ファイター系には、すみません、ファイター系にですね、オートタックでダメージ出してくるファイター系にはもう、無条件にもう鬼のような強さを誇ります。あとバーサーカーブーツは履いてください、しっかりと。バーサーカーブーツ、リフトメーカー、ナッシャートゥースが基本的なコアアイテムです。はい、という感じで今日は。はい、それではティーモをプレイしてきました。マウスパッドの感想としてはですね、やっぱりハードタイプはいいっすね。僕本当にハードタイプ好きで、結構何が好きかっていうと、まず滑りやすいのと、あと劣化がかなり布に比べて遅いんですよね。もちろんしないわけじゃないんですけど、結構布ってちょっと使うと、ちょっとって言ってもあれですけど、僕らが使うとやっぱりなんだろうな、布の部分によっては滑りがいいとか悪いとか結構割と早く出ちゃうんですけど、ハードタイプのマウスパッドって結構それはないというか、どこを触っても一定なんで、すごいね、自分のコンディションに合わせやすいですね、本当に。でさっき滑りやすいって話はしたんですけど、なんかツル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 滑る感じじゃなくて、滑るんですけど結構止まるのも止まりやすさもあるんで、なんかスーピタッみたいな、結構こういう感じでマウスが本当に自分の思ったところに、吸い寄せられていくっていうのかなっていう感じですごい使いやすかったですね。なんでG クロスとハードタイプに入れるんですけど、結構ハイ選手の人におすすめのマウスパッドかなと思いますね。結構滑りやすいんで、そういう人に向けて、いいマウスパッドなのかなと思います。そしてなんと最後に嬉しいお知らせです。なんとエビンモ TV とコラボ記念ということで、こちらのハードタイプのマウスパッドエビモデル作っていただきました。ありがとうございます。はい、こちら限定5枚っていうことで、世界に5枚しかないこのマウスパッド、欲しい方はね、もうぜひ応募してください。概要欄にもね Twitter の URL を貼っておきますんで、ぜひそちらの方からも、チェックしてみてください。ということで今回は X 店さんの、スピードに特化したハードタイプのマウスパッドをレビューしてみました。いかがだったでしょうか。海外の方もね見てくれてるんですかね。ぜひ X 店さんにね興味持ってもらえれば嬉しいですし、コメントなどもね残してもらえると、次の動画に対しての励みにもなりますので、ぜひコメント等よろしくお願いします。それじゃあ皆さん今日は、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。